皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の19日、木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、今日本時間の夜の10時28分ということで、2時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、私の主張として、消費税を全廃し、金融経済に10%課税せよというのが今日のメインテーマです。ワイワイニュースライブ、今日通算で2854回ですね。ということで、いつものように一元放送、ツイキャステレビで正面から映像をお送りするということで、映像も音声も今のところ問題なく配信されているということですね。ということで今日木曜日の放送を始めたいということで、最初は最新のお知らせですけど、昨日が普通日語じゃなくて英日語放送、英日語放送だったんですね。そしてその前、火曜日のメインテーマ、あえっとそっか。火曜日のメインテーマが憲法勉強会を始めますと。なんか印刷のインクの具合が出が悪くてですね、いまいちはっきりしないんですけど、火曜日のメインテーマが憲法勉強会、第1回憲法勉強会ということで、日本国憲法の前文の前にですね、上諭というのがあるんですね。それは昭和天皇裕仁が日本国憲法を発布したという部分が普通は隠されてるんですけど、上諭というのがあるんですよ。でその次に前文があって、でその次に第1条から全部で170でしたっけ、あるということで、全ての条文をですね、今回は見直そうと。103条か、103あるんですね。という憲法勉強会第1回目上諭というのをやったんですけど、次回は全文ですね。全文結構長いんで、1回では終わらないと思うんですね。2回とか3回だと思うんですね。これの表紙ですね。そして昨日の英日語放送の表紙がこれですね。これもなんかいまいち印刷のインクがですね、今日変えたんですけど、なんかいまいち純正じゃないからこういう風になっちゃうんですかね。安い非純正のやつをアマゾンで買って、入れ替えたんですけど、いまいち鮮明じゃないですね。ということです。これはI have something that I want to make realize by American youth ということで、アメリカの若者にですね、ぜひ実現してもらいたいということを、金融の面、それから政治、司法、そして、何でしたっけ、4つぐらい分けて詩の形で、取り上げたんですよね。それから金融と政治支配、政治、それから司法、政治行政司法、それと、大統領選挙とか憲法とか等々ですね。ということです。それで、そっか。
今日時間がなくてですね、視聴者数を見るの忘れてましたね。これは明日ですね。明日に回します。そして、3つ目のお知らせとして土曜日、9月の21日午後5時7時に第23回根っこ勉強会、テーマ日韓関係をこれほど悪化させた元凶は誰かというのをテーマとして、パネラー、いつものパネラーが集まってやりますということで、土曜日の5時から7時です。でこれが表紙、急遽ですね、表紙作ってくれたんですけど、いまいち色がですね、色の出が良くないんですね。ということで、4人の顔写真と、それからテーマですね、日韓関係をこれほど悪化させた元凶は誰かということです。私と大津恵子さんと三角忠さんと、それから天野元康さんという例の4人ですね。ということです。そして今日の画像ですけど、今日のメインテーマで取り上げますけど、これ東京新聞かな、東京新聞の記事の中にですね、消費税の歴史というのがあったんですね。これなかなかよくまとまったんですけど、一番最初はいわゆる消費税っていうのはなかったんですけど、消費税を導入したのがこの竹中じゃないや、ちょっと待ってください。竹下首相ですね。竹下首相が1989年4月に消費税 3% を導入したんですね。ここに書いてあるんですよね。竹下首相 3%。で、次に橋本首相が 5% に上げたと。これが1997年4月なんですね。そして3番目が安倍晋三ですよ。こいつが2014年4月に 5% から 8% に上げたと。そして2回目ですね、来月10月10日に、10% にすると、こういう歴史があるんですね。これなかなかよくまとまってる画像なんですね。竹下登ですね。で、2つ目の画像として、よく使うんですけど、日本の経済成長の推移という、これ、世界経済ネタ帳というなかなかよくできてるブログなんですね。世界各国の経済成長を歴史的にずっと年度別に出してグラフにもしているということで、これを今日のメインテーマの中で使うんですね。ということは、消費税、竹下首相が1989年に導入 3% 初めて導入したと。そうすると89年、その前年の1988年の日本の経済成長率はいくつかというと 6.79 だったんですね。そして導入した1989年の経済成長率が 4.86 ですから、約 2% マイナスになったんですよ、導入したために。そして2回目、橋本首相がですね、1997年に、3% から 5% 増税したんですね。で、ここの経済成長率を見ると、前年の1996年の日本の経済成長率が 3.10% だったのが、97年は 1.08%。これもやはり、2% ぐらい、減速したんですね。マイナスになってるんですね。2.02%。で、3番目、安倍晋三。これが2014年の4月に、5% から 8% 上げたと。
いうことで、経済成長率どうなったかというと、2017年前年が 2.0% だったのが、導入した2014年には 0.38%、 だから1.62% マイナスになっていると。だからこの過去3回必ず消費税を導入すると、あるいは増税すると言った場合、その年の経済成長率はマイナスになっているというのがこの統計で分かるんですよね。ですから今年来月10月1日に、安倍晋三が2回目の増税を強行するということなんですけど、2019年のですね、消費税増税を、想定しない IMF の4月1日段階、4月段階での2019年の経済成長率、日本は0.98%、1% ないんですよ。0.98% しかないんですね。それで、10月1日に、8%から 10% に上げるというバカなことをすれば一体どうなるかというと、マイナス、1.08% マイナスになるだろうということなんで、私の試算だと今年の2019年10月から来年2020年9月まで1年間の日本の経済成長率はマイナス 0.27% だろうというふうに推定できるんですね。マイナスなんですよ。だからもう安倍晋三は日本の国民経済を破壊すると、意図的に破壊するということを見え見えですよね。ですから私の提案として、消費税っていうのは実体経済に価値を生む実体経済に対する課税なんですよね。それはもう 10% 全廃すると。その代わりに同じ 10% を金融経済に課税せよというようなんですね。で、金融経済はどのぐらいの規模かということで、私は7月27日のブログでですね、隠されている日本の金融経済の規模がどのくらいか計算してみたというブログ記事があって、そこで私が推測した、日本の金融経済の規模は775兆円だというふうに、結論付けたんですけど、その 10% ってことは 77.5 兆円ですからね、膨大な税金が取れるということなんですね。金融経済、価値を生まない博打経済ですよ。何の価値も生まないんですよ。ただ値段が上がった下がった投機の対象ですからね、金融商品というのは。株にしても国債にしても社債にしても、あるいは商品の先物にしても FX にしてもデリバティブ金融商品にしても、全て実体経済から生まれてるんですけど、それはもう実体経済を大幅に上回る実体経済の養分を吸い取る博打経済なんですね。それに 10% の課税せよと、同じ消費税と同じ 10%。 そうすると775兆円の 10% だと 77.5 兆円もの金融、経済税、から税が取れるわけですよね。そうすると 10% の消費税っていうのは20兆円ですから、それの 3.8 倍以上になるということで、財源問題っていうのはもう解決されると。そして実体経済に課税がなくなるっていうことは、黙っててもですね 5% 以上の経済成長が可能になるといういいことずくめなんですね。ずくめなんですね。で、例えばですね、竹下登首相が1989年に初めて 3% の消費税を導入したと。その前の年の経済成長率は日本いくらかというと、1988年 6.79% ですよ。これは平成のバブルの時と重なりますけど、ですから実体経済、価値を生む
我々国民経済、国民が、まあ、朝早くから夜遅くまでですね、汗水垂らして、働くと、物を生産する、サービスを提供する、物を運ぶ、あるいはさまざまな介護とか医療とか医療とか介護とか等々、いわゆる人のために役立つ価値を生み出す実体経済、これは、課税をゼロにしてさまざまな規制を取っ払えば自然にですね 5% 以上の経済成長率というのは達成できるんですよ。今日のメインテーマかなり、中に入っちゃいましたけど、そういう趣旨なんですね、今日のメインテーマは。ということで、何でしたっけ。そうか。いろいろ話が飛びますんでね。ということで、皆さんからのケーキですね。今夜は遅かったです。そうなんですね。ちょっと台本に時間がかかって、しまいました。ケーキっていうのはいいですね。K さん、今日のメインテーマですね。私の主張ですね。から砂ずきんさん、コンティニューコインが2枚ですね。から初耳さん、コンティニューコイン、いつもたくさんのコンティニューコインいただいてます。1、2、3、4、5、6ですね。配信ありがとうございます。初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。から須田ずきんさんが毎回初めてのご覧の方へということで、もともとは、シカゴさんが作ってくれた、一種のなんていうかな、案内文あるいは警告文っていうんですかね。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐恋があったから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますという、毎回アップしていただいてありがとうございます。から土山純さんですね、コンティニューコイン2枚と、からお茶箱10ですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。からミルキーさん、コンティニューコイン、砂ずきんさん、私の今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。ミルキーさん、コンティニューコイン、配信ありがとうございますと。から石森さん、コンティニューコインですね、配信ありがとうございます。ヨーヨーさん、コンティニューコイン、配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコイン。それから今日の放送の前ですね、ミルキーさんのコメント。Facebook 社の調査では安倍内閣支持率は 9% 以下と。そうでしょうね。5%から5%ぐらいじゃないですか、本当の実数は。前は10%ぐらいあったかもしれないですけど、安倍内閣不支持率 94.8% ということですね。だから 59% っていうのは一体、日経がでっち上げた 59% の支持率ってな、バカ言えと。誰もそんな数字、でっち上げ数字、もはや信用しないよと。かなり、日本の大手、マスコミ、共同通信とか時事とか、日経とか NHK とか朝日とか毎日とか読売とか産経、この10大グループがですね、内閣支持率、世論調査を独占してるんですね。それが全部共謀して電通が仕切っているということで、全部かさ上げしてでっち上げてるというのがもうバレバレになっているということでしょう。から砂ずきんさん、1987ある戦いの真実予告編と。これは韓国のあれですよね、87年の民主化闘争ですよね。これ見ましたよ私。から非戦と平等を求めて高徳秋水と酒井俊彦と、これ YouTube ですかということですね。
いうことで、何でしたっけ。そうか。今までのところをアップしますね。今日は結構あれですね。メインテーマの方をやってましたんで、ちょっと必要な情報がアップされてないですね。失礼しました。明日しますね。いわゆる表紙、YouTube 表紙のコメントがちょっと抜けてました。で、これはいいですね。第23回の根っこ勉強会のご案内。これは情報として全部これはこの URL はいらないんだね。で、パネラーがいつもの4人ということですね。今日の画像、消費税の歴史、メインテーマの資料、それから経済成長の推移と。経済のネタ帳ですね。それからそれからそっか、これまだお見せしてなかったですね。なかなかよくできてるイラストがあったんですね。これが歴史ですよね、先ほど。そしてこれだ。これちょっと見にくいかもしれないですけど、消費税が社会保障に使われてるなら、なんでこんなに悪くなってるのかっていうことで、これ1988年こっちとから現在2019年の違いをですね表にしたんですね。それでちょっと読みますと、消費税率1988年 0% なんですね。で2019年が 8% と。からサラリーマン本人の窓口負担、社会保障、健康保険かな、1割負担だったんですね、1988年。現在は3割負担と。社会保障ですね。それから高齢者の窓口負担、外来ですね、定額800円800円払えばよかったんですけど、1988年現在は1割から3割と。それからなんだこれ、国民健康保険料1人平均が1988年は56,372円と。年間ですね。だから月、5,000円弱ということなんですけど、現在は9万ですよ。9万3,203円ということで、すごいですよね。9,000円、8,000円か、8,000円近くですね。56,000円だから倍近くなってるんですね。から厚生年金の年金の支給開始年齢、1988年が60歳からだったんですけど、現在は65歳と。だから国民年金、の保険料ですね、月額、1988年は7,700円だったんですけど、現在は15,590円と2倍以上ですね。それから介護保険料、65歳以上、1988年はなかったんですね。介護保険自体がなかったんですね。で現在は5,514円、14円と平均ですね。月ですよね、これ。
それから障害者福祉の自己負担、応用負担と1988年9割は無料だったんですけど、現在は定率1割負担と、全てのサービスを受けている場合は1割の負担をしろというふうになっちゃったんですね。から公立公営保育所の数は1988年は13,657あったんですけど、現在は9,525しかないということですね。これすごいよくまとまってるんですね、これね。ということです。ですから消費税今回も大嘘をついたんですね。2%、8%から 10%、2% 上げる分は4兆円ですよね。2兆円、4兆円ですよね。消費税 1% っていうのは2兆円になりますんで、4兆円はすべて社会福祉に使えますというふうに、安倍は大嘘をついてますけど、もしも今まで消費税、上げるたびに大嘘をついてたんですね、歴代自民党政権は。社会福祉に使うという大嘘をついて、ついてなければですね、このような88年のゼロの時とから現在比べれば、社会福祉が全て悪化し、国民が全て負担増になっていると、こんなことありえないじゃないかというやつなんですね、これ。ということです。ということで、そうですね、今日のメインテーマの資料として、これは非常に優れもんですよね。で、今日の一言、これも結構重要だと思うんですけど、現在も台風15号が房総半島を縦断したということで、千葉県を中心にして大停電が起こって、その復旧がですね、まだ6万世帯ぐらいが停電中だということで、なんでこんなことが起こったのということなんですけど、その根本原因は何かというと、東京の無電柱、いわゆる地下に埋めると、電線を、電柱を立てないで地下に埋める作業が全然できてないということで、各国っていうか大都市で、パリは 100% 電柱ないんですよね。パリ全部地下なんですよ。だからロンドンも 100%、 香港も 100%、 台北が 95%、 ソウルでさえ 65%、 東京はいくらだと思います？ 7% ですよ。 7%。 だから結局東京とか、あるいは近郊首都圏の千葉、あるいは埼玉県、あるいは神奈川とか等々の大都市圏、郊外含めての無電柱率っていうのは 7% ですよ。ほとんど電柱で電線が通ってると。だから台風が直撃すると電柱が倒れたり、あるいは電線が切れたり、あるいは大木が倒れて電線が切れるということになって、これほどの大停電がずっと起こって、復旧が遅々として進まないということなんですね。だから無電柱率 7% が元凶なんです。それじゃあなんでこんな 7% しか、ロンドンとかパリとか、香港が 100% なのに、なんで、日本の大都市は、大阪も含めて日本の大都市みんなこんなもんですよ。それはもう歴代の自民党政権と、それから東電、あるいは関電、日本の電力各社がいわゆる原発建設の方に、資金を使ってですね、基本的なインフラとしての無電柱化をほとんどサボってきたと、無視してきたと
いう歪みが今回出ちゃったんですね。だからまさに歴代自民党政権と各地域のいわゆる電力供給会社、電力会社、これがやることをやんなくて、原発を54基もこの狭い日本に建ててきた、そのツケが回ってきたということなんですね。このことこそが問題なんですよ、これ。無電中化率の比較、異常ですよ。だからこっちか、これ全部入るかな。これですね。パリ 100%、ロンドン 100%、香港 100%、台北 95%、ソウル 65%、東京 7% ですって。だから例のお台場の海が恋だめになってるというのと全く同じですよね。いわゆる東京の山手線の内側の全ての生活排水が合流方式といって、雨水と一緒にですね、太い管、下水道管に、合流させて、それを下水処理場に送るんですけど、最近豪雨なんかが、台風とかあるいは豪雨によって雨の雨量がですね、ものすごい雨量が集中的に、降ってくるということで、そのまま全量を下水道処理施設に流すと溢れちゃうということで、ある一定水量以上になるとそのまま処理しないで東京湾に流しちゃうと。その東京湾の出口が流す出口がお台場にあるということなんですよね。だからトライアスロンのテスト競技会で世界のアスリートがですね、声だめの中を泳いできたということでトイレ臭いというクレームが出るのは当たり前なんですよ。それで日刊現代の昨日か一昨日紹介しましたけど、港区議でこの問題をずっと問題にしてきた区議さんのインタビュー、長いインタビュー記事があったんですけど、その中で、この下水道処理場っていうのは1931年にできて老朽化したいわゆるもので、それ以降何のインフラ近代化のための投資もしてないということで、70年前の80年前か80年前のとんでもない代物なんですよね。ですから本来だったら分流式、分流で分けなくちゃいけないんですね。生活排水とトイレの排水や生活排水と、それから雨、等々の等々を完全に、分けないくちゃいけないと。生活排水は専門に全量を下水道処理場に、流して、そこで下水道処理して、それから海に、流すという方式なんですけど、その方式を今からすると10兆円、10年かかると。50年か。10年って言ってましたっけ。10兆円10円だから、もう東京オリンピック4兆円なんかやめて、全額をその下水道処理場の近代化、合流方式から分離方式に変えるという工事費に回せよということなんですよね。砂月さん、沖縄も実行中なのに、電源
類の地中化、こんな遅れた年はめったやねと。ひどいもんですよね。誰も問題にしないということなんですよね。本来すべきインフラの近代化に金を回さないで、原発投資に回しているという責任はどう取るのかということでしょう。電線類の地中化、沖縄電力と。沖縄電力はやることやってるっていうことなんですね。原発がないんですもんね、沖縄。だからまともな事業ができるわけですよ。他は本土の各電力会社っていうのはもう原発をいかにして一機でも多く建設するかというところに予算のほとんどを使っているということのしわ寄せでしょうね。しわ寄せですよね。というようです。私のコメント、今回の台風15号による千葉県大停電と復旧の遅れの根本原因は東京の無電柱率 7% の異常な低さで分かるように、歴代自民党政権と東京電力が原発建設に予算を集中して都市部の無電柱化を無視してきた結果なんだと。これなんですよ。だから自民党なんですよ。諸悪の根源は自民党、その最悪のあれが現在の安倍晋三ですよ。だからこの自民党と安倍晋三で、それと連立している公明党等々をもう権力の座から追い出すしかないんですね。政権交代しかないんですよ。もうありとあらゆる面でもう完全に行き詰まってるんですね。このままそいつらに任せてると。これが私のコメントですね。無電柱率 7% の異常な低さなんです。異常ですよね。歴代自民党政権と東京電力あるいは各地の電力会社が原発建設に集中して都市部の無電柱化を無視してきた結果なんだということですよ。それから今日の一言で小泉進次郎が環境大臣になって記者会見した時に理解不能な発言をしたということで今話題になってるんですね。彼が言ってるのは何かというと、私の中で30年後を考えた時に30年後の自分は何歳かなと震災直後から考えていましたと。だからこそ私は健康でいられれば30年後の約束を守るかどうかというそこの節目を見届けることが私ができる可能性のある政治家だと思います。何言ってんだろうね。もう支離滅裂ですね、こいつの言うこと。要するにバカだってことがもうバカ丸出しですよね。こういうことを記者会見の中で言ってんですよ。30年後の自分は何歳になってるかって、今38だったら68に決まってんじゃないですかね。何言ってん。要するにこいつは肝心な、まあこれ記者会見で、記者に何か質問された時に、ごまかすために意味不明のことを言ってるということですよね。そこの節目を見届けることが私はできる可能性のある政治家って何言ってんだろうね。なんでこんなバカが次期総理の最有力候補なんですかね。これはもうマスコミが作り上げてるんでしょうね。ということです。
そして今日の注目情報ですけど、大規模停電で千葉、生乳産地が重大事態と、停電で搾乳不能にと、離農を検討する農家もということで、これ東洋経済オンラインですね。だからそうなんですよね。電気が止まっちゃったから搾乳できないと。それで電源として、何でしたっけ、発電機か、ガソリンを入れた発電機を持ってるところは搾乳はできるんですけど、でも搾乳した後水洗いをしなくちゃいけないんですね。でも水が出ない、水道が止まっちゃってるんですね。だから搾乳できないということで、この生乳大産地である千葉が捨ててるって言うんですね。で牛も搾乳しないとどんどん乳が出るんで、苦しむわけですよね。だから搾乳はするけど捨ててるという悲惨な状態が続いてて、でこの記事の中で、今まで台風等々が来てもこんな長期に停電したことはなかったと。せいぜい1日で、回復したけど、今回はなんでこんな長期にわたって停電しっぱなしなのか、理解不能だということですね。でその理由はさっき言ったように、電柱が地下に埋められてないから、まともに、暴風に当たったら倒れたり電線が切断されたりすると。だから復旧にものすごい時間と労力が必要なんですよね。だからこれはもう歴代の自民党政権とから各地の電力会社がやるべきことをやんないで他のことをやってたということのツケなんですね。ミルキーさん、新内閣安倍晋三首相を含む閣僚20人のうち15人が日本会議と関与していると。300人近い国会議員も所属。進次郎は霊友会か、霊友会なんだ。だからみんなあれなんだよね、カルト宗教なんですよね。だから公明党創価学会、カルト宗教公明党創価学会の国交大臣が一人いるんですよ。あとは日本会議とから、統一教会、全部カルト宗教だらけということなんですね。砂月さん、進次郎、自衛隊が行くところが非武装地帯だという父親とそっくりという。だから父親とそれから息子の進次郎2人に騙されてはいけないよということですよね。親父の、小泉純一郎っていうのは現在の安倍晋三を引き立てたんですね。副官房長官、そして官房長官、そして、次の首相に指名したということで、安倍晋三を担ぎ上げて、首相にした元凶が小泉純一郎ですよ。そして、例の工場労働者の派遣業務をそれまでは派遣労働法で禁止されてたんですけど、工場労働者のいわゆる規制緩和という名のもとの工場労働者の派遣を労働法の改悪によって、可能にして、でパソナ等々の人材派遣会社に、一旦、トヨタとか日産とかホンダの直接正社員だった身分を派遣会社の社員に切り替えるんですね。そしてそこから派遣されると。やってる仕事は同じなんですよね。でも今までは正社員として、年収
400万とか500万をもらってた人が半分以下になるという状態になって、それが現在の大格差社会の元凶なんですね。それを作ったのが小泉純一郎進次郎の父親ですよ。そして、竹中平蔵と、この2人が日本の伝統的ないわゆる、労働形態、年功序列とかあるいは終身雇用とか等々を破壊したんですよね。そのことをすっかり忘れて、小泉進次郎が息子で、小泉純一郎が今脱原発で、なんかヒーローみたいにしてもてはやされてますけど、再び騙されてはいけないよということですよね。注目情報ですね。で、今日の推奨本ですね。これはこれですね。ジム・ロジャースさんの日本への警告ということで、今回は第22回目ですね。第2章、日本人が今克服すべき課題ということで、今日はお金の使い方は首相より国民の方がよく知っているというところの3ページぐらい読みますね。お金の使い方は首相より国民が知っていると。私は貯蓄率の高さがその国の将来性を測る指標になると考えていると。かつて日本人の家計貯蓄率は 10% を超える水準で世界的に見ても高かったが、バブル崩壊以降年々落ち込んでいると。2017年に OECD が発表した調査によると、ここ10年の中国の家計貯蓄率が 30% を超える一方で、日本は 5% を未満にとどまっていたと。結局貯蓄する余裕なんかないからですよね。で、前の章で触れた通り、政治の財政状況はさらに悪化しているわけだが、今に日本政府と同じように日本人も借金に借金を重ね続けるようになるかもしれないと。もし私が日本の首相になり、国のトップとして責任を果たそうとするなら、何はともあれ支出の削減に取り組むと。それも斧ではなくチェーンソーで大木を切り倒すような気持ちで無駄な出費を削るだろうと。社会保障費や公務員の人件費などあらゆるものが削減の対象になるが、最初に手をつけるのは防衛費の削減だと。安倍首相は数々の間違った政策を実行しているが、防衛費の増加は過ちの最たるものだと。今や日本は450億ドルを超える防衛費を支出しているが、防衛費をいくら増やしても日本の将来のためには何の役にも立たず、むしろ国民の生活が悪くなるばかりだろうと。国の支出は国民の生活を豊かにするために行われるべきものと私は考えると。例えば最新設備を備えた工場に投資をすれば、そこから新しい商品が生まれ、雇用も生まれ、社会を全体に良い影響をもたらすと。このような支出であれば私も肯定すると。しかし防衛費の効果はいつだって非常に限られた範囲にとどまると。武器に予算をつければ、武器の製造やメンテナンスに直接関わる人たちは儲けを得られるとしても、それ以外のことは何も起きないと。やがて武器は老朽化し、無駄金だったということになると。すでに問題を抱えている日本において、防衛費をはじめとする支出を削減することなく、さらに増税を実施するのであれば、日本人は子供を増やそうという気をますますなくしてしまうだろうと。これが行くつく先は国の破滅だと。あなたのお金をどうすべきか知っているのは誰だろうかと。いや、安倍首相の方がよく分かっていると思うだろうかと。もちろんそんなことはないと。自分のお金をどうすべきかを一番知っているのはいつだって自分自身だろうと。日本人が自らお金の使い道を決められるようにするためにも、日本政府は国の支出を
大胆に削減し減税を実施して日本人の活力を高めなくちゃならないと。だから安倍にこんなことを期待しても無理なんですね。だから政権を安倍を打倒して全く新しい 100% 純度 100% の野党、山本太郎を中心にする全く新しい、政権をぶち立てるしかないんですよね。だから今の自民党政権、自公ファシスト政権にあれやこれや期待しても絶対無理なんですよ。ということです。砂月金さん1700万円のこれなんだろう、顧問週刊、顧問料か、顧問報酬も財界が小泉シンクタンクを兵糧攻めと、どんどん兵糧攻めすりゃいいんですよ。もうということですね。そして今日のメインテーマですね。現在時間が51分61分51分ですね。61分か51分52分だ。45名様、129名様、コメント24件ということですね。62分か、1時間過ぎたんですね。で、今日のメインテーマですね。私の主張、消費税を全廃し、金融経済に 10% 課税せよと。で、価値を生む実体経済への課税、消費税 10% を廃止して、価値を生まない博打経済である金融経済に金融経済税 10% を課税すれば財源問題は解決し、5% 以上の経済成長は黙ってても確実なんだと。52分か、失礼しました。ということなんですね。で、金融経済規模推定775兆円と、これ、私がこの前ブログで、試算した推定がなんですが、これ以上だと思うんですけどね。とりあえず775兆円の 10% の課税だと 77.5 兆円と、これは消費税 10% の税収20兆円の 3.875 倍だということなんですね。だからこの金融経済に 10% 課税するっていうことと、それからいつも言ってますように200兆円規模の財政支出の隠された特別会計、これを全貌を明らかにして、ここから無駄な歳出を切り捨てるということをすれば、軽く50兆から100兆円の財源が出てくるんですね。例えば100兆円の財源が特別会計から出てくると、この金融経済税の 77.5 兆円足せば 177.5 兆円プラス税収50兆円で、全部で230兆円ぐらいになるということなんですね。だから一般会計に全てを統一すると、隠された政治家と官僚と財界、銀行員、銀行経営者の財布としての特別会計は全て明らかにして、無駄な歳出を全部、洗い出して100兆円生み出すということをすれば、財源問題は完全に解決するんですよ。で、その財源をベーシックインカムの導入とか、あるいは教育費をタダにするということですね。教育費をタダにするのは30兆円必要なんですよね。で、現在15兆円、予算があるんで、残り15兆円ということで、幼稚園から大学まで
全て無償化できるということになれば、ものすごく家計負担が軽くなって、かつ人々が勉強する機会、学ぶ機会を平等に得られるということなんですね。ということで、それでこの金融経済規模推定775兆円の根拠として、私が7月27日のブログですね、隠されている日本の金融経済の規模がどのくらいなのか計算してみたということで、これの URL を貼り付けたんですね。でこの根拠っていうのはいわゆる日銀が、供給している信用創造の数量ですね、から実体経済でのGNP、GDP かを引くと金融経済が出てくるんじゃないかということで、ですからGDP が550兆円とすると、日銀が供給している、貨幣の総額っていうのが1200、300兆円あると。そこから実体経済の GNP を引くと GDP を引くと残りが金融経済だろうというのが私の、推定する金融経済の規模なんですね。それが775兆円あるということなんです。それの 10% だと 77.5 兆円ということですよね。で安倍晋三自公内閣によって今年10月1日から消費税が 8% から 10% に増税されると、その後の1年間の日本の経済成長は確実にマイナスになるということが第2の今日のメインテーマなんですね。でこのことはこれまで過去3回の消費税の歴史を見ればすぐ分かるんだと。で過去消費税を導入したと。1989年に竹下内閣が 3% を初めて導入したと。それからその後に橋本首相が1990何年でしたっけ、1997年かな、1997年4月に 5%、 そして安倍晋三が2014年に 8% 4月、そして来月10月1日に 10% に上げるということなんですね。で、これまでの消費税の歴史で第1の1989年4月竹下首相が消費税 3% を初めて導入したと。でその前年の1988年の経済成長率って 6.79 だったんですね。で導入した89年が 4.86 になったということで、導入前年と導入後の経済成長率の差がマイナス 1.93 ということなんですね。すごいですよね。マイナス 1.93 になっちゃったと。それはそうですよ。実体経済に課税するから、実体経済の 60%、70% を占めてる消費が冷え込むわけですよね。だから必ず消費税によって実体経済に課税すると経済成長は鈍ると、減速すると、マイナスになるということなんです。で2番目の97年の4月に橋本首相が 5% に引き上げたと。 3% から 5%、2% 引き上げた時、前年とそれから導入の年の経済格差、前年が 3.10 で翌年97年が 1.08 ですからマイナス 2.02% とマイナス成長になっちゃったんですね。そして3回目2014年4月安倍首相が
消費税を8%に引き上げたと。で、前年の2013年の経済成長率が 2% だったんですけど、14年導入した年は 0.38% ですから、1.62% 減速したと。マイナスになったんですね。そうすると今年10月1日に、10% に上げるということになるとどうなるかというと、前年2018年の経済成長は 0.81% だったんですね。で、IMF が今年の4月時点での予測として 0.98% だったんですけど、この10月1日に 10% に上げるといった場合の経済成長率は、経済成長はマイナス 0.27 になると、マイナスになるということで、もともと 0.81% しかないんですよね。それで、2% も消費税を上げるというバカなことをすればマイナスになるの、誰が考えても分かりますよね。これが経済成長が 5% あると 6% あるということになればであって、消費税を上げるということにあればマイナスにならないんですけど、もともと 0.81% しかない経済成長率がない、日本経済にものすごい打撃を与えるんですね。マイナスになっちゃうんですよ。というのが私の予測なんですね。で、おそらく当たるでしょうね。ですから今年の2019年10月から来年2020年9月まで1年間の日本の経済成長というのはマイナスになると。マイナス 0.27% になると。だから1年で 1.08%、対前年比でマイナス 1.08% になるということなんですね。で、2021年、2020年、21年、マイナスでしょうね。プラスになる要素何もないと。だから安倍自公ファシスト政権を打倒しなくちゃいけないと。そして、山本太郎を中心にした 100%、純度 100% の野党連立政権で権力を奪取しないといけないということでしょうね。それしかないんですよね。ということで、1時間ですね、1時間3分ですね、14秒。視聴されている方が同時期で43名様、全体で49名様か、148名様、コメントが24件ということですね。これは誰だこれ。山本太郎はダメですよ。殺人鬼ですよ。何なんだこいつ。変なのが飛び込んでくんだよね。冷え切った消費、駆け込み需要も起きないと。物々交換や自給自足が始まるということですかね。まずは政権交代しかないでしょうね。支持率 5%、10% の安倍晋三、実際は 5% から 10% しかないものを日本の大手マスコミは40%、50%、60% 近いというミッドウェー開戦の大本営発表と全く同じ状況を作り出しているということでしょうね。砂月さん、途中ですが所要につき失礼しますということですね。ということです。今日のポイントですね。ジム・ロジャーズさんの今日読んだところのタイトル、
マイナスに。これですね。そして今日のメインテーマ、私の主張、消費税を全廃し金融経済に 10% 課税せよと。これはアメリカの民主党大統領候補のサンダーズがこの前政策を発表して、その中に、アメリカの大学生が抱えている学生ローン、これを全部政府が肩代わりするという財源として、金融経済に課税するっていうことを発表したんですよね。そういう流れですよ。金融経済だから、世論誘導として経済は実体経済、GDP しかないんだと。金融経済っていうのは隠されてるんで、その規模も分かんないということなんですけど、金融経済は一体何なのかという議論が一切されてないんですよね。金融経済こそが実体経済から派生したいわゆる金融商品主体の投機目的の価値を一切生まない、博打経済だということを誰も言わないんですよね。金融経済自体は人の役に立たないと。単に株が上がったとか下がったとか、あるいは原油の先物が上がったとか下がったとか、デリバティブ金融商品の価格が上がったとか下がったとか、その隙間を狙ってですね、投機するというのが金融経済なんですね。だから実体経済っていうのは物を作ったり、あるいはサービスを提供したり、あるいは物を運んだりということで、生活に役立つ価値を生み出すものが実体経済なんですけど、金融経済っていうのは株にしても国債にしても社債にしても、あるいは商品先物にしてもデリバティブにしても FX にしても、あるいは仮想通貨にしても何の役にも立たないですね。価値を生まないと。そこですよ。だからもう我々は金融経済なんかいらないよと。実体経済だけでいいんだよと。実体経済が 100% 我々の生活の中心になるべきだと。こういうことを主張すべきなんですよね。で、金融経済を全廃するためにどんどん課税すると。で、最初消費税と同じ 10% を課税して莫大な、税収を生むと。77.5兆円の税収を取るということをすれば、いわゆる特別会計の全容を明かして、特別会計が毎年200兆円もの支出をしていると、歳出しているという中身っていうのが完全に隠されてますんで、それを全部明らかにして無駄な歳出、おそらく100兆円ぐらいあると思うんですね、を全部、国民のために使うということをすれば100兆円出てくるんですね。そしてさっき言った77兆円の金融経済の税収があると。プラスいわゆる税収があるんですね、50兆円ぐらい。それと無駄な歳出を、ジム・ロジャーさんが言っている防衛費なんかを削ると。あるいは国家公務員とか日本の公務員が国民の平均年収より 1.7 倍もの高給をはんでいると。あるいは政治家が1人当たり4000万円もの報酬を得て、世界一高い報酬を得ているのが日本の国会議員だと。あるいは都議会議員だと、区議会議員だということで、政治家の特権を全部廃止するということをすれば、もう日本というのは豊かな国になりますよ。そして、子供を産み育て、る意欲も湧いてくると。若者も希望を持てる明るい社会になるということなんだと思うんですね。
ということで、なんだ、今日のメインテーマ。だから経済成長が 5% なんか、もうほっといても実現するんですよ。アベノミクスで7年間に700兆円もの税金と、それから1万円札を増刷したと。それを実体経済に使わず、ほとんど全部を金融経済に使ったから成長しないんですよね。で、金融経済の規模推定775兆円、これ 10% だと77.5兆円と、これは消費税の 10% の税収20兆円の3.875倍だということですよね。だからよっぽど消費税なんか実体経済に課税することはなくて、金融経済、隠された金融経済に 10% 課税すれば3.875倍の税収が出てくるということですよ。で、関連ブログとしてこの金融経済の規模っていうのは一体どのぐらいなのかと、誰も言わないんですよね、これね。で、URL、そして、今日のテーマの2つ目のテーマですね。安倍晋三内閣によって今年10月1日から消費税が8%から 10% 増税されると、その後の1年間の日本の経済成長は確実にマイナスになると、マイナス 0.27% になるというのが私の予測なんですね。だからマイナス成長になるのが分かってて 10% に引き上がるっていうのは、もう安倍晋三の正体っていうのは日本経済を破壊すると、日本の国民経済を破壊すると、国民生活を破壊すると、こういうことなんです。で、このことはマイナスになるってことは、この過去3回の消費税の導入とから2回の増税の結果を見れば分かると。過去1回の消費税導入と過去2回の消費税導入によって、翌年の経済成長は3回とも前年比でマイナスになったんだということなんですね。ですから今回の8%から 10% の増税っていうのは去年の経済成長が0.81% しかないと。それからマイナスになるからマイナス成長なんですね。マイナス成長っていうことは、過去にですねマイナス成長になった時はリーマンショックの時、2008年マイナス 1.09、 2009年マイナス 5.42 ということなんですね、マイナスになったのは。それから1998年にマイナス 1.13 から99年にマイナス 0.25 と、これは消費税を橋本内閣の時に3% から 5% に上げた影響でしょうね、これ。それと2013年にマイナス 0.12 と、11年だ、マイナス 0.12 と。だから過去日本ではマイナスの経済成長になったのが1回、2回、3回、4回、5回しかないんですね。で、確実に10月から来年9月までの1年間はマイナスになる
いうことが分かっててもやるというのは一体何なのかということですよね。そんな内閣を許してはいけないということでしょう。これまでの消費税、竹下第1回目ですね、竹下が 3% の消費税を初めて導入したという前年と、それから前後の4年間の経済成長なんですね。その当時はバブル、平成バブルの時ですから 6.79 だったんですね。で89年に導入して 4.86 に減速したと、約 2% ですね。 1.893% か。それで導入前年と導入年の経済成長の差、これが大事なんですね。実体経済に課税すれば当然経済成長は鈍ると、マイナスになるということなんね。だから竹下が 3% の初めて消費税を導入した年の経済成長っていうのは前年と比べてマイナス 1.93% になっていると。これですね、大きいですよね。マイナス 2% 近いですよ。そして2回目、橋本首相が 3% から 5% に上げたと。この時の経済成長前後4年間、これですね。そして96年前年と97年の差が3.10 だったのが 1.08 になったと。だから 2.02% も下がっちゃったんですね。で3回目、そうか、導入前年と導入年の経済成長の差が 2.02 と、マイナス 2.02 マイナス成長です。そして3回目、安倍晋三14年4月 5% から 8% になると。これ 3% も上げたんですよ。そうすると前年 2% だったのが導入した年の経済成長がこれ2ついっちゃった。同じやつか。2% が 0.38% になってるからマイナス 1.62% ですよね。すごい差ですよね。そして今年10月1日、1.62% のマイナスになってるということですよね。そして今年の10月1日、安倍が8から10に引き上げるということなんですけど、 IMF の予想だと今年2019年4月段階の予想だと 0.98% で、前年2018年が 0.81%、これだったんですけど、 IMF は消費税 10% のことを予想してない、前提にしてないですからね。何にもないと
消費税は 8% のままだという前提でやると 0.98% なんですけど、10月1日から10% に上げるというと、私の予測だと10月から来年の9月までの1年間の経済成長はマイナス 0.27% になると、マイナス成長になっちゃうということなんですね。でこれは前回2014年4月に消費税が 3% に増えた場合の成長率がマイナス 1.62 になったと。だから 3% がマイナス 1.62 ってことは 2% だとマイナス 1.08% になると。3分の2ですからね。でそれを計算するとマイナス0.27 になるということなんですね。マイナス 1.62 と。で10月から来年の9月まで1年間の経済成長が同じ割合で 2% の増税の割合に直すとマイナス 1.08% になるから、前年が 0.81% からそのマイナス 1.62 で計算するとマイナス 0.27 になるというのが私の計算なんですね。ということです。もう1時間23分だ。うわ。ということで急がないと閉まっちゃうんですね、これね。1時間半で。トピックス、東電会長ら旧経営陣3人に無罪判決だと。もう日本の裁判どうしようもないですね。完全に安倍の意向が末端の裁判官まで来てると。だから東電の3人の最高幹部を有罪にすると最終的には安倍晋三のところまで来るから、安倍晋三を有罪にさせないためにこのような判決を出させてるんですね、これね。韓国はすごいですね。最高裁長官も逮捕され、日本の最高裁、事務総局にあたる最高裁、なんとかという中枢の大幹部も逮捕されるというところまで行ってるんですよね。韓国はすごいですね。それからこれもひどいね。福島第一の処理水大阪湾放出に言及と。橋本徹、松井、吉村、このとんでもない連中がですね、安倍の意向に沿って、バラバラに発言してるんですけど、全部安倍の意向を反映してるんですね。だから大阪市民府民もとんでもないやつらを選んだと。橋本徹含めてね、いうことでしょうね。からきしむ日韓訪日客減、人気の北海道対馬の観光に打撃と。中国
からの誘致目指す動きもという毎日新聞で、このタイトル自体がおかしいんですよね。きしむ日韓っていう、きしませてんのは一体誰かっていうことを一切言わないんですよね。なんか自然現象として日韓関係がきしんでると、きしませたのは安倍だろうということをなんで言わないのと。それから小泉進次郎、これがあれですね、女性自身がなんかわけのわかんない回答、記者会見で進次郎が言ってるってことを取り上げた記事なんですね、これ。そして、結局イスラエルの選挙で、ネタニヤフと、それから中道と言われてるけど元の総参謀長官で、イスラエル軍の最高幹部でガザ爆撃攻撃の最高司令官だったとんでもないやつがなんか野党面して登場してるんですよね。これがほぼ拮抗しているということで、真ん中に入っている極右政党がどっちと連立を組むかというところに来ちゃってるっていうことらしいですね。イスラエルの政界もとんでもないよね。これだ。これ、イスラエル我が家というのがリーベルマン元国防相っていう極右ですよ。これが 9議席。そして、リクルードですね、ウファネタニヤフ31から中道青と白、何が中道だと、ガンツ元総参謀長が32と、こういう構図になってるんですね。まともな政治家は登場しないですからね、イスラエルは。そしてもう27分ですね。あと3分で切れちゃいますね。そして今日の注目重要情報、千葉の復帰遅れでテレビで政府責任追及がタブーにと、坂上忍は国より千葉県、森田健作が悪いと、鳥羽真一は復旧が第一と批判封じというリテラですね。よっぽどあれですね、安倍晋三批判というのが完全にテレビではタブーになっていると、こういう電通支配でしょうね。電通とそれから警察じゃないですか、公安じゃないですか。ということで、ギリギリですね。1時間28分ということで、今日金曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。時間が1時間28分56秒、29分ですね。で、視聴者が40名様、全体で169名様、コメント52件ということで、現在日本時間で、23時だから11時50、もう真夜中ですね。失礼しました。ということで、来週、明日です。明日は9時、前には必ず放送開始したいということで、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送終わりです。ギリギリで滑り込みセーフでしたね。お疲れ様でした。